あ、どうも本人です。こんにちは、スキージャンプの中村直樹です。この度 YouTube の方をね再稼働して、今裏にいる俊介くんがね新しくチームに加わったんで、もう完全リニューアルということでやっていこうと思いまして、もういきなりね、今日なんで大倉山に来たかと言いますと、皆さんスキージャンプのルール知ってる？なんか飛べばいいんでしょみたいな。違う。あるんですよ、たくさんルールが。で、なんでちょっとね最初ジャンプ台見ながら、もうどんなもんかと、ジャンプ台ってどんなもんかっていうのと、ちょっとルールの方も少しお話ししていこうと思いまして、今日なんかいきなりちょっとね無理言ってゲストをお呼びしました。リレーハンメルオリンピック金メダリストの阿部正史さんです。はい、どうもはい、こんにちは。こんにちは。自分はこの大倉山の、札幌オリンピックミュージアムの館長をしてます阿部正史と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、本当に数日前に無理言って、はい、ですいません撮影したいんですけどって言って、はい、今回出ていただけるということで、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速、はい、行きますか。ジャンプ台の紹介にはい、了解です。はい、行ってきます。はい。普段からやってるんですか、そのツアー？やってますね。はい、ガイドツアー結構やってます。こういろんな会社さんとか、はい、観光客の方とか来てるって。希望の会社とか団体があれば、ジャンプの選手にちょっと飛んでもらってっていうこともできるんですよね。そうですね、そうですね。はい、一回ねちょっとお話があったんですけど、すみません、ちょっとヨーロッパに行っていて、はい、実際昨日アジアの団体120名ぐらい来たんですけども、そこで選手たちに5人飛んでもらって、はい、そうなんだ、はい、せっかく来るんだったら絶対飛んでるとこ見た方が面白いですよね。すんごい盛り上がりましたよ。面白いとこ。アジアの人だからほとんど見たことない人ばっかりですごい盛り上がりました。今アジアで言ったら日本と韓国、中国の選手もいるし、カザフスタンくらいかな。ああ、そうだね。多分。確かに。お願いします。はい。はい。これちなみにリフトは何時から何時までやってるんですか？今は、9時から夜の9時までやってます。はい。夜いいっすよね。夜ね、夜景すごい綺麗なんだよね。ナイターとか飛んでるとすごいですもんね。夜景がすごい綺麗でね。本当それ見てほしいんだよね。いや本当ですね。見てほしい。札幌も新三大夜景の一つに選ばれたんだよね。ああ、なんか藻岩山かこのパンフレット見たこと。そうそうそう。今度レストランの方のもともとウェイターやってた方がちょうど知り合いにいて、今度レストラン行ったのと夜景も撮りたいなと思っていて、いいね。ちょっとデート企画、彼とデートすることがあるんですけど、しゅんこちゃんとちょっとデートしてこようかなと思って。ぜひ。ジャンプ台がある町でもこんなでかい町ってないですもんね。ないね。190万人でしたっけ？ない。本当にそんなね200万近くいるところにね20分ぐらいで来れるじゃない。いや確かに。そんなね。ないですよね。だって飛んでておかしいですもん、景色が。なんかいつもこう森があって山がある中で飛んでるのに。ね、すぐ前にネオンがいっぱいあって。怪しい光で。ね、そう。よくね自分はこうガイドやってる時に皆さんにこの向かい風と追い風、どっちが有利だと思いますかって聞くと、ほとんどの人が追い風っていうんだよね。追い風の方が押されて飛距離出るんじゃないかっていう、子供たちなんかほぼほぼ9割以上追い風っていうんだよね。いや、言いますよね。あとはね、缶って飛び出すところの角度がみんなやっぱ上がってると思ってる人が多くて、飛び上がってるようなイメージで。スキー場のキッカーでジャンプ台、あれ僕怖いんですよ。ああ、わかる。分かんなくてジャンプ台そうでもないんだって。あとはジャッジタワーとかかな。あれ飛型審判員ね。そうですね。5人。飛型って難しいですよね。難しい。綺麗に飛ぶ、綺麗に飛んだらいいみたいな感じなんですけど、どれだけ綺麗に飛ぶかとどれだけ綺麗に着地するか。そうだよね。あと距離もあるんですかね。飛型の中には。そうそう。公式練習とか普段の練習から見てると、やっぱり名前でねある程度この人は何点ぐらいかなっていうのがもう洗脳されてる部分があるね。すごくねワールドカップの飛型審判は楽なんですよ。みんなうまいから。だから小学校中学生の飛型審判やるとすごい大変。確かに確かに。みんなパラッパラなんで成長途中だから。そう。これが飛び出しですね。はい。
僕いつもここ飛んでるんですけどねそう後半カットだからね後半カットだからねやばいダメだからね、中行っちゃいます。いいか中行っちゃいますか。いい中行っちゃいますか。選手の控え室になってて、僕がワールドカップの時とか、はい、ここでみんなでこうやって靴ひも結びながら、なんか全然進まない時ずっとここら辺でこんなのやってますよね。ちょっと試合前のね、なんか緊張感と、はい、結構ジャンプって寒くないんですかとか言われます。ああ、よくね、あったかいよね。実際ちょっとだけだもんね、外出んの。はい、一瞬だけ。ここちょっと天井も高いんですよ。ジャンプスキー立てかけたりできるように。ああ、そういうことなんですね。はい、ドアも確かに全然気にしなかった。スタート入り口。スタートの方に向かっていきます。多分たまにジャンプの試合見てる人は抜かれるカットかもしれないですね。ここら辺歩いて降りてくとか。ああ、そうだね。ワールドカップとか。確かに。ありますもんね。ガイドで連れてくると。ここみんななんかすごく喜ぶ。確かにここはすごい。これが僕の飛んでいる景色です。いくよ、せーの。すごくない？こんなに街が広いというか、こんな景色でジャンプするのはもう世界中ここだけです。今日特にね空気澄んでて、エスコンまではっきり見えるんだよね。エスコンフィールド。札幌ドームの横にちょっと黒い盛り上がってるの。見えるかな。そう、あれ見えるのはねなかなかないんで。エスコンファイターズですね。昔あそこにいたんですけどね、札幌ドーム。そうね。今日はすごい綺麗だ。確かに。ちなみに札幌来た人ある人はね、あそこら辺が札幌駅で、ですすきのがちょっと南の方で。そうだよね。定山渓とかそっちの方ですもんね。はい。ということで、もう降りてっていいですか？いい？はい。じゃあちょっと。じゃあ工事中すいませんって感じですけど。工事中すいませんって感じ。これから足場を作ってね、結構1ヶ月ぐらいかかって。飛びすぎてすいません。なんかよく夏ってジャンプ飛べるのってああよく言われるね。夏はね、このレールを見せてあげた。そうこんな感じで、これプラスチックとセラミックなんですかね、これは。そうセラミック、白いところが、はい、セラミックになってます。して水が出るんですよ。水出ます。はい。冬はこのカバーがこっち側に来て、ここに氷が張らされるんですよね。冷却装置がついてて、はい、冷凍庫のような感じかな。中に冷却装置がついてて、ちなみに僕の飛んでる景色はこんな感じです。あそうこんな感じですね。こうやって金具をチェックして、スタートしますね。でこのゲートっていうのが、この俊介くんが座ってるところが31番なんですけど、バーッと番号が振ってあって、上に行くほどこうスピードが速くなるんですよ。で上に行くほど飛んでいきやすくなるんで、ワールドカップとかになると今あそこの縁にあるところあたりまでゲートが下がってしまう。この前多分ワールドカップスタート5番とかあった気がする。僕は1回1番で飛んだことあります。本当にもうすぐ噛んでくるでしょ。もうすんごいスピード遅くて。だよね。だいたい世界のジャンプ台90キロ前後が多いですよね。遅いところでちょっと88キロとかなんですけど、そうしてあそこにある3つの丸が信号で、赤黄色青ってあるんですけど、赤信号だったらもうゲートに入っちゃダメなんですよ。で黄色信号になったらゲートに入ってよくて、で青信号になったらスタートができるんですけど、全部時間制限があって、黄色だったら今60秒とか、青信号だったら10秒以内にスタートしなくちゃいけないとか、なんかそういうのがあって、その風を決めるのも今範囲内にいたら青信号できるみたいな。そうそれ試合の前に、今日は向かい風1メートルから3メートルの間で試合をやるっていうと、風がその中に収まらないと青にならない。ずっと追い風だったら追い風の設定もできるし、それはジュリーの方で、審判の方でこう決めて、それ10秒以内にスタートしないとどうなるんですか？失格っすね。失格。僕はまだしたことないですけど。ちなみになんですけど、安倍さん飛んでた時の K 点は何ぼだったんですか？100m ジャンパーがなんかすごかった。112だ。112m だ。これが僕の飛び出してる雰囲気。うわ分かるわ。これタイミングこの辺で分かるんですよ。こう遅れたとか。こ
この目線、ここら辺の目線の高さで飛び出していくんですけど、大体多分もうジャンプの動作に入ってるんですよね。こどの辺から立ち上がってんの？の辺じゃないかな。この辺だと覚えてる。その辺から動き出さないともう遅れるよね。はい。だからジャンプの動作一瞬なんですけど、もう何せ90キロのスピードで滑ってるから、結構先端だけってイメージあるけど、僕ら飛ぶのってこの面積なんですよ。この面積使って飛ぶみたいな表現が難しいけど、この辺からっていうね、難しいんですよ。ここで90キロぐらいのスピードで空中に飛び出したら風の抵抗がね、やばいですね。すごいですね。バフってくるからね。そして見えるかな、あそこの高地のゾーンが水平で、これジャンプ台の飛び出す角度なんですけど、マイナス11度。11度。はい、11度です。下がってるんですよ、飛び出しって。まあジャンプはね、落ちる競技なんだよね。そうなんですね。はい。あなたも飛びなさい。ちなみにこれが飛び出すね、どれぐらいの高さかね。何メートルあるんですかね。直樹そこ行けばわかるね、近く。僕175あるんですけど、2人分ぐらいある。3メートルくらいありそうじゃない？もっとある。もっとあるんですかね。ね。2メートル、3メートル以上あるよね。確かに。じゃあちょっとさっきの続き一瞬、夏ってどうやって飛んでるののやつの下辺。そうめん。これがそうめんって言って、下にね、こんなウレタンが入っていて、そうだから着地する時もね、あんまり痛くなかったりとか。柔らかい。これ柔らかいね、クッション。柔らかいです。ここに水巻いて、したらもうあっちまで行ったら立ってるの大変ですよ。ツルツルなって。そうめん最初できた頃ってストレート麺だったのね。あ、そうなんですか。じゃあ結構張り付いて結構詰まる感じで、外国行くとこの縮れ麺だったんで、じゃああれ外国の方が全然いいねって言って、それからだね、日本もこういう縮れ麺になった。札幌ラーメンは進んでたと。そう。本当。これがジャンプ台の下っすね。もう絶対見ることないだろうな。ないね。これね。これが下っすよ、これ。すごいよね。もうジャンプ台に飛び出してる裏とか見えちゃってるけど。すごい。これがコーチングボックスですね。そうです。選手だとあんまりこう来ることないもんね。ないですね。来ることないですね。すげえ。いつもここで手振ってるんですよ、こうやって。ね、そう。俺も20年間ナショナルチームのコーチやってたんで、20年間手振って。すげえ。夏に欠かせないのがあれなんですよ。散水。さっき水まくって言ったんですけど、これないと僕ら夏飛べなくて、ここでコーチがカチャカチャカチャってやって、下で水まいて、上も間から水出てくるんで水まいて飛ぶんですよね。さあ行くぞ。ここをね、駆け上がる大会があるんだよね。あ、そう、レッドブルやってますもんね。あれ、安倍さんも出てましたっけ？今年出た。はい。予選の第1組1位でした。いや、僕は一回も走ったことないですよね。やっぱりジャンプ台はね、降りるもんで登るもんじゃないわ。本当？すごいよ。そう、上から撮ったりしてもあんまり急に感じないんだよね。本当だ。なんかまだいけそうだもんね。なんでだろうね。角度詐欺。全然こんな急なのにね。確かに。すげえ。僕、85メートル多分一番最初の線なんですけど、白い白線、あれ越えるのにすごい時間かかった覚えありますよ。俺中2とかかな、14歳とか15歳とかかな。多分中学校の時初めて飛んだの。はい、結構遅い方だったんですけどね。今小学生で何人か飛んでる子いるけど。いますよね。すごい。中学生も大会出てますもんね。全然考えられなかった。ここら辺の風に乗ると下まで行けるんですよね。一番いいよね、この辺。ね、ちょっといい風吹いてこれ。ここは K 点ですね。123メートル。なんか今となっては、トップ争いするんだったら K 点じゃ足りないっていう、2本目にも残れない時ありますもんね。本当だよね。昔は K 点行くのを目標だったのに、今 K 点じゃ全然勝負にならないもんね。そうなんですよね。ちなみにこのジャンプ台のジャンプ台記録はカミル・ストッフさんの 148m50 です。もうだってないっすもんね、メーター版が。ない僕多分この辺です。142ぐらいです。意味わからんやん。こ
本人まで来るったらね、どんだけのフライトって高い。だいたい着地する時が120キロって言ってたかな、そうだね、うん、120キロぐらいで多分ここ滑り降りています。歩いてたら結構きついですね。そう昔リフトなかったんですもんね。ない。そうリフトなしで登るんだぜ。うん、この白いの線が転倒ラインで、この線を越えると転んでも何しても OK ね。この線まで頑張るんですよね。そう踏ん張ってね、うん、これが僕が今ブレーキしようって時の目線です。これでっかいんですけど、プラニッツァとか行ったら2倍ぐらいありますもんね、これの。これの2倍あるジャンプ台があるんですよ。すごいよね、あれね。日本にも作ってくんないかな。ガイドツアーで連れてきてここに来るとみんなうわーってなるね。なりますよね、うん、テレビで見てるのと全然やっぱり違うって言ってみんな感動してくれる。よくこうジュニアの時はここでめっちゃ走らされました。ここでそれこそ陵侑とか幸也さんとかでしょ。ああはいはい。ジュニア時代、こう僕ら飛ぶ前着替えなくちゃいけないんですけど、僕がよくいるのはこっち側ですね。これといって何もないよね。これ控室。これだってね、なんかもうちょっとちゃんとしたの作りたいよね。なんかプラニッツァとかこう小屋だったりしますよね。なんて言うんだろう、ログハウス、ちっちゃいログハウスみたいな。ああはいはいはい。僕がよくいるのはどこかな。ここかな。大体決まってんの？なんとなく、なんとなくみんな。して僕とか寮も独立したじゃないですか。なるとこう行く場所がなくなって端っこに行くっていう。そっか。チームじゃなくからね。結構ここ帰ったりするんですよね。雪印めぐみさんの。ああそっかそっか。ここは雪印さんだそうです。暗黙の了解あるんですよ。でもこれシール貼ってあるしね。ここからもう狭いところによくいた。ここにいるあれ。そこ？はい。陵侑くんもここにいますね。こんな感じですね。大体こんな感じですか。現場はまあなんかね、その中ルールがいっぱいたくさんあるんですけど、細かいルールはね、とりあえず初心者編ということで。そうですね。今回はこんな場所なんじゃいっていうのね、ちょっとね今度しゅんこちゃんと夜のデート来たいから。これ昼の楽しみ方だ。そう、昼の楽しみ方。でもさ、安倍さんが言ってたけどさ、オリンピックミュージアム館長って言ってたけど、それどんなもんなの？オリンピックミュージアムってあっちにあるんですよ。そう、あそこの中に2階にオリンピックミュージアムがあって、選手たちのこれ使った用具展示してあったり、冬季スポーツの6種類のねシミュレーターがあって、ジャンプの体験とかできるのがあるんで、やってみる？行ってみたいな。行ってみよう。いいよ。勝負したいな俺。勝負しよう。じゃあジャンプの下だ。勝つかもしれない。対決。プロですから。金メダリストですから。じゃあミュージアム行ってみますか。どうしよう負けたら。ここがオリンピックミュージアムのチケット売り場があって、チケットを購入して2階の方に入り口があります。ちなみにリフト乗る時もここでチケット買ってくる。そうです。先にチケットを購入してリフトかミュージアムか、まあ両方セット券っていうのもあるんで、はい、僕小学校の時めっちゃ来ましたよ、ミュージアム。近いしね、ただだしね。小中学生ただです。来るしかないな。お疲れ様です。じゃあお疲れ様です。ここがオリパラサロンって言って、オリンピアンとかパラリンピアンが来たら一般の人とこう交流できる。来てるオリンピアン、まあ今日は自分だけなんで、安倍館長が来てますって言ってして声かけてくれたら自分がこう行ってサインしたりだとか、一緒に写真撮ったりできるスペースになってます。中村直樹もオリンピック。ああそうです。一応ね。一応ね。そこにね陵侑もいるしね、ちゃんとサインしてある。しかも等身大じゃない？一応等身大だよ。同じ背なんですよ。直樹サインしてた。僕どっかに書きましたよ確か。した？はい。ある。あ、いた。あ、いたいた。やめなさい。じゃあ、やめなさい。ありがとう。だから。寄って寄って。寄って。これ。ミミズみたいな字が。やめなさいやめなさいって。へのへのもへじみたいな。恥ずかしいんだから。これが北京の
オリンピックのメダル、普通のとこは買いたいっつっても買えないんだけど、確かに確かにオリンピックの加盟してるんでそれで買えるんです。一応オリンピックの歴史とかを、子どもたちに学んでもらえる、いろいろ展示してあります。結構面白かった記憶ある。昔だけど小学校の時結構来てたけど東京オリンピックの、展示、札幌でサッカーと、ね、マラソンそうだあったんで、競歩とかもありましたもんね。そうメモリアル展示をしてる。本物が本物です。見たかったらぜひ札幌にね夏のオリンピックは必ずこの勝利の女神、このニケっていうんだけど、これを入れなきゃいけないっていうルールがあるんです。冬はないですね。冬はないの、夏だけなんだ。すげえ昔からね、ずっとメダルが、冬のオリンピックの第1回大会からのメダル。すごいね、1924年これテスト的にやったんで五輪のマークが入ってないんだよね、ここで日本人初の金メダル。ここから20年間日本って金メダルないの。あ、そうなんですか。ずっと20年ぶりに2個目の金メダル取ったのが複合チーム。俺このチームのキャプテンっていうかチームリーダーで行ってて、試合の前日にメンバーから外されたんだ。いやもう分かるんですよ、僕その気持ち。これ個人戦は4人出れるんで、一番良かったのは荻原さん、次このして俺味方だった、3番目だったし、自分チームリーダーだから出れると思ってたんだけど、今回は若い3人で行くって言って、そうなんだ。して出た3人はね金メダルじゃない。確かに。もしここで銀とかどうだったら「ほら見れ」って俺出さないから取れなかったべっていう、そういうのがあったけど、やっぱり出たね彼らは金で、それ以上でもそっからもう結果的に4年後に2年後か取れるけど、2年間やばくないですか。もうこの時はもう気持ちは一回切れたんだよね。その時に家族とか、子供がちょうどね妊娠したのが分かって日本に帰国して、子供のためにもう一回頑張ろうって言って辞めるのを思いとどまったんで、そして3回目のオリンピックで取ったね金メダル。今度はメンバーに入って、ここで3つじゃないですか。これでして5個取ってるの長野で、して8個でしょ、してまたなくて9個目が荒川さん。見てた、テレビで。して10個目が羽生くんなの。しもここはねピョンチャンで4つ、北京で今回3つと、まだ17個しかないんだよね。そうなんだ。少ないんですね。ちょっとすごいさ、気になった。ジャンプス可愛いでしょ。ジャンプスーツ可愛いでしょ。派手でしょ。実際ねこれオリンピックの試合で着てた。安倍さんですよ。俺。子供のね名前をこうヘルメットとかねスキーに、耳のところに子供の写真まで。本当だ。この子供がいなかったら多分ふてくされてやめてたと思うんで。やってなかったですか。もうやってなかったね。もうやめるつもりで日本に帰ってきたんで。そうなんだ。オリンピックではないんですけど、世界選手権は代表外れたことがあって、そこの世界選手権で札幌ぶりに銅メダル取ったんですよ。やばかったね。いやその気持ちね分かるよね。それがオリンピックだったらもっとやばい。いや本当素直にね喜べないって本当に。今日はちょっとジャンプの方早速行きますか。ジャンプをちょっと飛んで3人で対決して終わろうぜ。そうしよう。誰から行きます？じゃあ俺から見本をちょっとやっぱり館長に。じゃあ行きます。ゼッケン1番。ゼッケン1番館長行きます。ウォーミングアップしてねえな今日。マジで景色あんな感じ。結構飛んでない。とりあえず結構飛んでってないですか。飛んだ。K 点は超えたよ。136。俊介君、やっぱねクリエイターとしても伊達にスキージャンプ見てきてないですかね、彼も。行きます。頑張れ。いいですね。ちょっと陵侑っぽさもあります。あるね。いいですよ、空中いいですよ。ためちゃんと作って。テレマークでテレマークほら。ちょっと手前に落ちたかな。やばい。
100m。ああ勝ったな。はい、次直樹。はいはい、お願いします。やばい、帽子の前が見えない。あ、いいよ。あ、いいよ。やばい、行かれた。おお、行ったわ。マジマジ。これが実力。40超えたかも。おお。すげえ。参りました。参りました。入りました。これが本物です。リアルなんですね。そうですね。一応ね、花も出しておかないとね。なんか向こうにボタンあるのかな。ボタンあるよみたいな。ちゃんと操作してるじゃん。ということで、今回ありがとうございました。いえいえ、はい。なんか最終的にちょっと僕が勝ってしまっちゃったんですけどそこはね、やっぱり現役選手なんでね、やっぱりね、花を持たせないと仕組んでたらしいです、はい、皆さんもぜひ大倉山来てみて楽しんでみて、あ、ジャンプってこんなとこなんだとか感じたりとか、あとはね、もうオリンピックミュージアムでもう実物がもうたくさんそうですね、はい、見て感じて楽しんでいってくれたらなっていうふうに思います、夜景もね非常に綺麗なんで、レストランもすごい美味しいですし、ぜひそちらの方も今度、皆さんに紹介してあげてください。しゅんこちゃんと来るので、デートをということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います、最後ちょっとぶっ飛んでいきましょうっていう、陵侑のもともとやってたやつをちょっと周到してやろうと思ってぶっ飛んでいきましょうで最後締めてもらっていいですか。真似すればいいんじゃない。そうですね、いきます、せーの、ぶっ飛んでいきましょう。